よっしゃー、はい、来ましたよ。僕が一番好きな漫画、そして一番好きなキャラクター。バンダイ SH フィギュアーツ、ベルセルクよりガッツ、狂戦士の鎧、劇場になります。この形態を劇場と呼ぶんですね。いや、買ってからしばらく経つんですけど、早く開けたかったんですよ。楽しみすぎる。早速開けていくぜ。前作の狂戦士の鎧バージョン絶賛したんですけど、レビューさせていただいて、なんかね、遊び倒してるうちにちょっと気になってきて、特にスタイルですね。頭が大きくて足が細い感じがね、気になったんですけど、今回のはどうでしょう。あー、かっこいい。これかっこいい。あ、目の色ちゃんと。よし、ではね、すべて中身の方を取り出していきたいと思います。私のチャンネルは一応玩具レビューとしてやらせていただいてはいるんですが、レビュー動画としてはあまり参考にならないと自覚しておるんです。なぜならフィギュア愛が強すぎてバイアスかかってしまってるんで、感情が先走ってしまうんですね。ことベルセルクに関しましてはなおさらで、いや今回も素晴らしいものを手に入れました。バチクソかっこいいですね。コミックからまんま出てきたようで文句のつけようないですね。冒頭に言ったスタイルの方も気にならなくて、造形塗装ともに完璧ですね。素晴らしいという表現では表せない素晴らしい出来。この鎧、表面が全体的に筋張った造形になっていて、鎧というよりは生物といった方が得心しますね。事実生きていますしね。で、塗装の方なんですが、うっすらとピンクの墨入れがされていて、これが過去にこの鎧を身につけた者の血が染み込み消えず残っているように見え、まがまがしい感じが表現されています。前回のやつと比べてみると有用パーツあるかなと思ったんですが、見る限り全くの新造形ですね。で、こちらが前回も引き合いに出したフィグマの狂戦士の鎧で、フィグマの方の造形はいかにも鎧前としており、フィギュアーツの方は先ほども言ったんですけど生物感があって、どちらも解釈の違いがあって面白い。原作再現度、特に可動面に関しましては今回のフィギュアーツの方が勝っているとは思うんですが、まあフィグマの方は発売されたのかなり前なので、この辺は比較対象にはならないかもしれないんですが、スタイルに関しましてはこのフィグマのむっちりとしたマッシブな体型、こちらの方が好みかもしれない。闇の獣、いわゆる暴走状態の兜の頭部パーツなんですけど、この目、左目に比べて右目が暗く塗装されているんですけど、これはガッツ本人が右目がないためでしょうね。これはびっくりしましたね。で、この部分開閉ギミックあって原作でも噛みつき攻撃してましたね。で、個体差なのか破損防止なのか、ここ外れやすくなっていて、動かしていると噛み合わせがずれますね。いやもう何から何まで完璧ですね。素晴らしい。兜パーツ、他に2つ付属していまして、こちらはそのうちの1つのドクロ型。原作一番最初に身につけた時のものですね。登場シーンはそんなに多くないんですけど、インパクト大だったのでつけてくれてこれは嬉しいですね。で、何よりこのまま本体につけてあげれば初登場の保管シーンを再現できる。そしてもう一つ、これは正気状態と言えばいいのかな。鎧の力を最小限引き出し、コントロールせしめた状態の兜パーツ。原作ではボスクラスの敵の戦闘においてこの状態になっていたので、これは必須パーツ。頭部を外した後、先ほどの兜パーツをつけてあげて、で、兜パーツ、このように前面が外れますので、ここに顔パーツをつける。で、顔パーツの方なんですが、こちらの出来の方も完璧で、漫画からそのまま飛び出してきたような出来。これは前回もそうだったんですけども、当たり前のように思うんですが、ものすごい技術力。
顔パーツもう一つ付属していまして、こちらは食いしばり顔ですね。ガッツには必須パーツでしょう。いやー、めちゃくちゃかっこいいな、こっちの方も。で、顔の横のこの部分、鎧に侵食されているのを塗装で再現していて、模様細かいんですけど、乱れとか一切なしですね。素晴らしい。で、先ほど外した兜パーツを取り付けてあげれば兜をかぶった状態になると。正気状態の兜パーツにも同様の工程で顔パーツつけることができて、当然互換性もあり。可動範囲、まずは頭部、首の付け根と頭の付け根でそれぞれボールジョイントでつながっていって、それを踏まえて後ろへはここまでかな。で、前はですね、結構いけると思うんですけど、この襟パーツが干渉してちょっと行きづらいというか、ここまでしか行けない。襟を避けるとここぐらいまでいける。で、この口に当たる部分、口って言っていいのかな、この部分がこのようにこれぐらい稼働して、でボールジョイントなんでぐるりと一周できて、傾きもぐりぐり取れる。上半身、肩および腕はこのようにバタフライ機構がありまして、肩のところでこのように動きます。で、腕水平はここまでかな。で、ぐるりと一周回って、二の腕、ボールジョイントですね。このように稼働できて、肘はここまでかな。で、手首は接続はこんな感じで、このように稼働できる。胴体の方は胸の部分、ここは多分ダブルボールジョイントかな。で、腰の部分、ここはボールジョイント。それを踏まえて、後ろへはここまでいけますね。で、前はここまでかな。で、胸の部分で動くんですけど、渋みがあるんで、ちょっと無理に動かすのは怖いかな。このように角度つけれます。で、腰の部分はこのようにぐるりと回って、このように角度も若干つけれる。下半身の方は股関節に引き出し機構はないかな。前はここまでいけて、後ろへはここまでかな。もしかしたらこれぐるりと一周は多分できるんでしょうけど、股関節渋みがあるのでちょっと無理するのは怖い。股割りはここまでできて、接続こんな感じですね。で、もものこの部分にこのようにロールして、膝がここまでいけますね。で、足首、このように接続箇所2箇所ありまして、それを踏まえて後ろへはこうで、前はここまでいけて、かかとで稼働して、このように角度もつけれるので設置性も抜群ですね。付属パーツいきましょう。まずはザンマ刀ドラゴン殺し。これは前回付属したやつと全く同じものかな。出来はいいんですけど、わがまま言わせてもらえればちょっと綺麗すぎる。この辺にウェザリングとか施して欲しかったかな。護道が鍛え直して結構経ちますしね。で、また引き合いに出して申し訳ないんですけど、こちらがフィグマのドラゴン殺しですね。並べてみるとこんな感じで、正直ね、大きさ的にもフィグマの方が好みですね。こっち持たせて遊んでます。こちらは鎧の襟の部分のパーツ。ここですね。この部分。兜によって付け替える必要があって、ドクロ状態はこちらで、正気状態はこちら。これは太ももから下の足のパーツで、原作でよく見るワンコロスケのようなお座りポーズを再現できるもの。可動式の関節パーツでは可動域の問題でお座りポーズ再現できないので付属してくれたのかな。付け替え方は太ももの部分から足を外して足首も外した後にそれぞれをつけてあげるとこんな感じで再現度はバッチリなんですが、可動式の方もここまで曲がるので個人的にはこれで大満足ですね。
ボールジョイントも抜き差しあまりしたくないしね。マントの方も前作と変わりなしかな。針金が4箇所仕込まれていて、表情つけれるのも変わりなし。そんなマントの取り付け方なんですけども、胸のこの部分のパーツが外れますので外したら、ここ見えますかね、黒い引っ掛け、プラ製の引っ掛けがあるので、ここにマントを引っ掛けて装着するんですけど、この引っ掛けがね、プラスチック結構タイトなので破損注意、ゆっくりやった方がいい。手首パーツは3種類が左右分と、こちらは左手の義手大砲を再現したもの。この部分が少し稼働します。再現度が素晴らしい。サイズ比較。フィギュアツ仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。はい、では終わります。今回もありがとう。バイビッ、バイビッ、あバイビッ。